皆さん、こんにちは。Study with me のみーです。今日は発展的なひらがなの2本目を勉強します。前回は濁点と呼ばれる点が2つついたひらがなと半濁点と呼ばれる丸がついたひらがなについて勉強しました。今回は小さいや、ゆ、よと小さいつについて勉強します。それでは頑張っていきましょう。これは小さいや、ゆ、よがついたひらがなの表です。小さいや、ゆ、よは、いだん、きやしなどの上から2番目のひらがなにしかつきません。このちに濁点がついたじはほとんど使われません。代わりにしに濁点がついたじを使います。まずはきとぎにやゆよがついたひらがなを聞いてみましょう。きゃ、きゅ、きょ、ぎゃ、ぎゅ、ぎょ、きとやを同時に発音するイメージです。それでは次に行ってみましょう。次はしとじです。しゃ、しゅ、しょ、じゃ、じゅ、じょ。次はちです。ちゃ、ちゅ、ちょ。次はにです。にゃ、にゅ、にょ。次はひとびです。ひゃ、ひゅ、ひょ、びゃ、びゅ、びょ。次はぴです。ぴゃ、ぴゅ、ぴょ。次はみです。みゃ、みゅ、みょ。次はりです。りゃ、りゅ、りょ。それでは例を見てみましょう。野球、野球。この語尾のうはしっかり発音しなくて大丈夫です。語尾のうは前の文字を伸ばすイメージです。野球、野球。写真、写真。中国、中国。電車、
電車。旅行、旅行。これで小さいやゆよがついたひらがなは終わりです。小さいつについて見ていきましょう。小さいつはローマ字で書くと同じ文字が2つ連続したときに発音します。作家。この小さいつは少し音が止まるのが特徴的です。作家となります。音を少し跳ねるイメージです。作家です。例を見てみましょう。学校、学校。このうも語尾のうなので、しっかり発音しなくて大丈夫です。学校。切符、切符。結婚、結婚。それでは問題を見てみましょう。学校はひらがなでどのように書くでしょう。5秒間考えてみましょう。5、4、3、2、1。正解は学校です。皆さん、できましたか？今日の勉強はこれで終わりです。最後に日本の文化について勉強しましょう。今日は日本の野球について勉強しましょう。この写真は日本のチームで野球をしている大谷選手です。日本にはパリーグと呼ばれるリーグとセリーグ2つのグループがあります。大谷選手が所属していたのはこの日本ハムファイターズというチームです。ビールの売り子さんが席の周りを歩っているので、席を立って買いに行かなくてもビールが飲めます。また、野球場ではたくさんの美味しい食べ物が売っています。先ほど紹介した12個の野球チームがあるので、それぞれの野球チームの球場に行ってみてください。これで今日の動画は終わりです。これでひらがなは完璧になったと思います。質問やわからないことがあればコメント欄に書いてください。また動画で教えてほしいことがあればそれもコメント欄で教えてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。